トマトが生えています。そしてこれはアブラムシです。トマトの葉の汁を吸って徐々にトマトを枯らしてしまいます。トマトは物理的科学的な防御の仕組みで襲いかかる昆虫と戦い追い払おうとします。それだけではありません。化学物質を放出して近くの仲間に危険を知らせ、一緒になって虫が嫌がる独自の匂いを出すのです。植物はいつも攻撃にさらされています。敵は微小な菌類や細菌、そしてアブラムシやイモムシ、バッタなどの小さな草食の生き物からカメやコアラ、ゾウといった大きな草食動物まで様々です。敵は植物を貪り食おうと狙っています。なぜなら植物は豊富な栄養や水分を葉、茎、果実や種に含んでいるからです。しかし植物は体の内側にも外側にも様々な防御手段を備えており、それを使って美味しそうに見えなくしたり、命を奪う毒を作ったりもするのです。植物はまず自分の表面で防御します。木の幹を覆う樹皮にはリグニンがたくさん含まれています。リグニンはがっしりとした網状の化学物質で、動物の歯が立たないほど硬く、病原体が入り込むのを防ぎます。葉は蝋を含むクチクラ層で守られていて、昆虫の攻撃や病原菌の侵入を防ぎます。さらに自分を食べようとする敵をチクリと刺してひるませることで身を守る植物もいます。硬く尖った小枝や針やトゲは草食動物に食べられにくくします。小さな害虫を寄せ付けないように鋭い毛で葉の表面を守る植物もいます。この毛は網状突起、トライコームと呼ばれています。インゲン豆の葉の表面には小さな曲がった針が生えていて、トコジラミなどの小さな昆虫の足を突き刺します。網状突起から刺激のある化学物質を放出する植物もいます。イラクサはヒスタミンやその他の毒素が混じった物質を放出していて、触ると痛くなり炎症を起こします。一口食べたその後で痛くなってくるタイプの植物もいます。ほうれん草やキウイ、パイナップル、フクシア、そしてルバーブは側鞘と呼ばれる微小な針状の結晶を含んでいて、動物の口の中に小さな傷を作り、そこが毒素の入り口になります。オジギソウは食べようとする動物を全く寄せ付けないための作戦を持っています。動物が葉に触れると、それを察知した機械受容器細胞が葉から根元へ向けて電気信号を送り、信号を受け取った根元の細胞は電荷を帯びた粒子を放出します。溜まった電荷は細胞から水分を抜き出し、それで細胞が縮んで葉が閉じます。昆虫は葉が閉じる動きに驚いて逃げ去ります。また縮んだ葉は草食動物にはまずそうに見えます。このような外側の守りが破られると、今度は植物の免疫システムの出番になります。植物には動物と違って独立した免疫システムがありません。代わりにそれぞれの細胞が侵入者を見つけ出して防衛します。防衛に特化した受容器が植物に侵入した危険な病原菌や昆虫が出す化学物質を認識します。すると免疫システムは一連の防御作戦を開始します。さらなる病原体の侵入を食い止めるため、蝋を含むクチクラ層は厚さを増し、細胞壁はより丈夫になります。後辺細胞は葉の表面の気孔を塞ぎます。もしも微生物が植物の一部を食い荒らしても、その部分の細胞は自分自身を破壊し、感染が広がるのを防ぎます。微生物や昆虫に対して毒性を持つ化合物も作り出します。多くの場合は敵の種類ごとに専用の毒を作ります。人間は植物から取った様々な物質を薬物や医薬品、そして調味料として利用していますが、その多くは植物の免疫システムが進化した結果、抗菌作用や殺虫作用のために植物が作るようになった物質です。植物は一部分が攻撃されると他の部分に危険を知らせるためにホルモンや周りに放出する化合物や電気信号さえ使うことがあります。まだ攻撃されていない部分はこれらの信号を受け取ると防御のための化合物を一層たくさん作り出します。この早期警報システムで危険を知らせる信号を周りの仲間にまで送るトマトのような植物もいます。他の生き物と同盟を組んで敵に強力な攻撃を仕掛ける植物までいます。綿の木はイモムシに食い荒らされると10から12種類もの化学物質の混合物を空気中に放出します。この混合物はイモムシに卵を産みつける寄生バチを引き寄せます。
植物は敵の攻撃を受けているその場から逃げ出すこともできず、牙や爪で撃退することもできませんが、頑丈な鎧を身につけ、倉庫にいっぱいの化学兵器を備え、仲間同士で警戒態勢をとり、時には種を超えた同盟も組むのです。植物は簡単なお食事とは限らないのです。学びを続けたいですか？チャンネル登録して好奇心に刺激を与えましょう。